ちょっと待って。何それ。はい、皆さんこんにちは、とつです。本日は呪術廻戦、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回からね、東堂くんと、虎杖くん戦っているわけなんですが、最初ね、めった打ちにされて、これでもう戦い終わりなのかと思いきや、そこから立ち上がるっていう展開になって、またやり合ってるんだけど、その中で、ちょっといろいろ妄想とかもあったりして、なんだか虎杖くんがね、なんかマイベストフレンドって呼ばれるようになってしまったんだけども、その中でね、形定剣っていう技、虎杖くんが東堂に対して使ったんだけども、どうやらそんなに効いてないと。で、これが違うっていうね、なんかバカでかい声でのあれがあってさ。ってことは、ここで、なんかこの形定剣、なんか進化するんじゃないかなっていう今、兆しが見えております。同じジャンプで言えばね、ルフィとかがギアセカンドとかいろいろ覚えていったように、虎杖くんもここで新たな進化が出てくるんじゃないでしょうか。そしてその進化に伴って今新たにね、東堂さんと戦っていますけども、この戦いね、もしかしたら勝利をつかむってこともあり得るのかなと思います。今回はなんといってもね、この虎杖くんの活躍、ここに期待して見ていきたいと思います。はい、というわけでね、皆様録画したもの、もしくはビデオオンデマンドを使って一緒にお楽しみください。簡単なごなさました本編スタートです。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、始まりました。なんだまたなんかあれか。格付けチェックだからやっぱ進化するわ、これ。いやいや、ちょっと待って、難しいな。ここはもう一回見ないとダメだな、リアクション取った後に。とにかくここでこの東堂さんのおかげで、やっぱり確実に、この虎杖くんは強くなりそうだね。だから戦闘スキルというか、そこら辺はまた一級品なんだよね。戦いの中で成長している。よくあるやつだ。いや、めっちゃ嬉しそう、東堂さん。いけ。けど多分それは違うんだよ。で、決定打にならないんだよね、この東堂さん相手に。そうするとあれかな。追撃ができないのかな。いや、もう先生じゃん。東堂さん。もう丸分かりじゃん。けども東堂さんクラスになると、やっぱ無理なのか。どうするの？なんだ、遅れさせずに出すってこと？その流れがあれなのか。円滑にというか潤滑にうまくいってないの？いや、今回ちょっと聞き入っちゃう回だな。へそを起点。はあ。いや、もう念じゃん、念。はあ。で、それが今の虎杖くんだけど、ある種技にはなってたってことだよね。はあ。違う理由。いや、これはやっぱ、マイベストフレンドだから、ここまでやってくれてんのかな。もうケツがでかくてタッパが高いさ、人が好きだからこそ、同じ。いや、これで何かヒントになって、いや、めちゃくちゃ威力上がるんじゃない？
今のでいやいや、いや、本当にこの二人いいね、なんか関係が。いや、ないけどね。これないけどね。もう東堂さんの中だけの話だけどね。導くか。だからやっぱ京都校と東京校って形で今戦ってて、まあスクナとかいろいろあって、あっちの学願寺さんとかにまあ狙われるみたいな形になって、厄介なことになってるけど、基本的にやっぱ同じ呪術師を目指している立場である以上、まあその呪術高専に通ってる人たちは、まあいいライバル関係でああやって先輩後輩としての立場でいろいろ教えてくれたりするんだろうね。で、そこがまあ前回そのスクナのあれで呪いで、まあ、ある種、まあ、半分その人間みたいじゃないから狙われるみたいなのがあったけど、まあ、そこが東堂さんは、その虎杖に最初食らった後に、好きな女のタイプはとかっていうのをやったり、戦ってる間に、その芽生えた、もう勝手な友情によって、まあ、ここまで面倒を見てくれてるっていうところもあるんだろうな。っていうのを考えると、もうすごい東堂さん好きだわ。この人の性格はもうやばいね。愛くるしいというか、まあ、兄貴って感じ。もうすごい後ろをついてきたくなるな。こういうそばにいたらこういう人が。で、まあけど、そんだけいい人ならわかるけど、申し訳ないけど、まあここでもし虎杖くんが今成長があるんだとしたら、やっぱ勝ってほしいよね。まあそれが今から見れるんだと思うけどね。それがまたどういう結果になるのか楽しみです。さあ、ぴったりかな。いや、このオープニングの時間に合わせて喋るっていうのもね、なかなか大変なんだよね、毎回。さあ、16話、団体戦2。2で最後じゃないのかな、これは。うん。ももちゃん。そう、パンダ。頭いいんだよね。うん。いや、前回のこの二人のあれがすごかったよね。ももちゃんに対するさ、あーそうぼってやつ。手がらしい。いや、怖い怖い。野原。うーん。それはあれかな、やっぱ虎杖くんが狙われてっていうのがあってかな。それは何、メカ丸のことを言ってんのかな。怖いね。あ、メカ来た来た、アイアンマンの攻撃。いや、可愛いんだけど、ちょっと。樹害え樹害樹害ってあれだよね。学長がさ、使ってた人形、あれは何、ちょっとわかんない。いや、楽しみだわ、この後。メカ丸とパンダ先輩やるもんね。意外とももちゃんも怖えな。どうなってんの、着ぐるみなのかな、樹害って。本物のパンダではないのか。で、こっちも本当にメカなの。いや、もうすごいここがさ、異業種すぎて、異業種じゃねえけど。何、獅子王誠がいるんだけど、どういうこと、あれは何、中にいるの、いや、中にいるはずねえか。この体のサイズ。いや、すげえな。ねえ、もうこんなの、呪術でも何でもなくない、重力でも。もう機械の力やんけ。これとやり合うのか、パンダ先輩は。いや、すごい一撃だけど。あー、避けた。ナイスー。あ、うん。射撃ね。うん。じゃあここら辺は本当まだ分かってないんだ、パンダ先輩も。ああ、なるほどなるほど。あ、犬巻さんとかすごいね。うん、峠が準一級なんだ。えいや、見誤ってるじゃん、パンダ先輩。あなた。受けた。てか本当に何なの、人間なのかな。
それもわかるか、見てれば。うん。で、パンダ先輩もどっちかっていうとこう肉弾戦があれなのか、得意なのかな。うん。内側に呪い。うん。はい。ってことはやっぱ生き物でも何でもないってこと？ええそういうこと？学長の最高傑作？はあ。いや、てっきり中になんか人でもいんのかと思ったけど。まあ、パンダの見た目だけど、まあ、パンダじゃないってことね。いやいやいや、すごいパンチ。いやー、けどこのメカムルも強そうだよね。そもそもダメージとかあるのかな、メカに。おほほほ、ヒップアタック。まさかの。かわいい、お尻が。噂。うん。遠隔操作。ああ、なんかコックピットみたいになってたもんね。もう、かわいい。なんなの？うん。うーん。はあ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 。けどそれでも結構な距離だね、場外って。じゃあ本人はやっぱあんな全身包帯巻きだし、戦うことはできないのか。え？うん。はあ。ええええいや、けどそれ、ねえ。いや、そうだよね。うーん。相性が悪そう。いや、ちょっとメカ丸の中の人、ちょっと同情しちゃうわ。いや、かといってけど頑張ってとは、じゃあ言えんのかっていうとあれなんだけどな。このパンダ先輩あれだから。あ、何そういうこと？あ、避けたらやばい。いや、すごそう。矛盾みたいになってきた。さあ。かっこいいかのかわいい。あえいやいやいや、立っててほしいけど。いや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 、立ってるでしょ？だよね。立ってるよね。うん。まあ、この人にとっての大技なんだろうな、それが。あれ？え？ちょっと待って。何それ？え？メカパンダみたいになったけど、今度目が。どういうことなの？パンダじゃないって。またさらにここもなんかあるのか。やばいね、パンダ先輩。ん？ああ。いや、かわいい。ズボン履いてるじゃん。お兄ちゃんとお姉ちゃん。えー、パンダ先輩、クソかわ。何この声。声変わりしちゃったのが残念。あ、それがあれなの？ああ、ってことはもう一つあるってことだよね。お兄ちゃんとお姉ちゃんって言ってたじゃん。
おやべえ。うん。これはどれなの？はあ、すげえ。パンダ角。え、動物も飼うの？あ、お兄ちゃんがゴリラ。え、お姉ちゃんはまだ内緒？うん。そうなんだ。ゴリラけどすごいね。じゃあ、もう一個も動物なんだろうな、きっと。あ、そうなの？うん。うん。ああ、体の方が、ゴリラモード。あ、ドラミングね。はいはいはい。うん。ああ、じゃあここ勝負決する？いや、けどパンダ先輩ももうあれだもんね。お互いにもう、ああ、じゃああんま時間、うん。いや、次の一撃で決まるんじゃない？てかこのゴリラモードめっちゃかっこいいんだけど、パンダ先輩。うん。いや、ライフポイントが3つあるみたいな感じなんだな。この樹害で。これ仮に3つやられちゃったらどうなっちゃうんだろうね。うん。でいや、もう見た目うん、握力すごそうだね、ゴリラモードは。いや、かっこいいな、おい。いや、けどなんか呪術廻戦を見ているのかわからねえわ、もう。パンダとメカの戦いって。いや、すげえな。避けられた。足とか使うの？え何それ？何が起きたの今の？いや、まだ続いてる。いや、もうちょっと、ねえ、東堂先輩の時もそうだったけどさ、この建物さ、大事にしようぜ。大丈夫なの？いや、終わったのかと思って一瞬。あ、当たる？避けちゃうのかい。え決まったのか？いや、まだ決まってないね。いや、もう喋らなくなっちゃったじゃん、パンダ先輩。いや、どうなんの？いや、なんか忍者の戦いみたいだな、この屋根の上で戦って。ナルトかな？いや、ナルトにこんなのはいなかったか。河原？うん。何置いとすんだろう。そんな使い方。やばいやばい。後ろ取られたの？うん。やばい。やばい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 。アイアンマン来る。やばい。まあ、全員が勝てるわけじゃねえのか。ええダメか。おーっとうん。伊之助まさかの数ごまかしてるしちょっと待てよ。今のは3つじゃないってこと？どういうことどういうことどういうこと？パンダ先輩。いや、人形舐めすぎたのかよくわかんねえけど。うん。同じ境遇だよって？いや、けど、このメカ丸さんの方がな、ちょっときついかな。えそんな感情持ってんだ。あれこれはさ、乙骨さんだっけ？うん。なんで今のあれが出てくるんだろう。
どういう関係なんだろう。そして本当に今の乙骨さん。いや、ごめん、まだちょっとわかんねえな。そうだよ。うーん。ちょっと。やば。うん、かも。うん。またそれ。そんなに大事っすか？美和ちゃん、なんか唯一のちょっと常識人というかさ、一般的な女子。おい、お前ら。うん。あ、普通に外に出てあれなのかな？普通の生活がしたいとかそういうことかな？あええもう、メカ丸。肩を並べたいのか。いやいや、絶対大丈夫だよ。パンダ先輩は。いや、そうだよね。何この戦い。こんな切ない終わり方なの？いやもう。もうちょっとメカ丸のことやってたら泣いちゃうとこだよ、こんなの。何いやいやいやもう、なんだ。まあ、とりあえずこれで今のカードが終わったよと。そしてここね。いやー、ちょっと美和ちゃんも好きだからな。しかも貧乏っていうのもあって頑張ってほしいね。結局、虎杖くんのとこもやってねえじゃん。いやー、そっち見ることもなく終わっちゃったね。なんか団体戦まだまだ続くね。いや、これ、あれだ、10月31日が全然来なさそうだな。だって、これ終わった後、個人戦もあるんでしょ？いや、だからこれ、あれだ。この話、島以降交流会終わったら、この呪術廻戦、これ終わっちゃうね、多分、ストック。今回のこのアニメの方、今僕が見てる分。で、あれよ、結局、虎杖くんの方なんか、東堂さんにいろいろ教わってて、僕にはちょっとまだ一回じゃ、そんなよくわかんなかったけど、もう一回見直すけどさ、とりあえず何かが分かったようなので、もう次、虎杖くんのバトルシーンになったら、なんかとんでもない一撃が出るんじゃない？それこそ、その、後から来るみたいな力の分をもし一発に乗っけられたらどれだけすごいかみたいなことを言ってたんじゃないかなって僕は難しいお話を自分でいろいろくっちゃべりながら理解したつもりなんだけど、どうなのかな。で、一方パンダ先輩の方ね、まさかの樹害だったっていう。人間じゃねえんかいっていう。そりゃそうだよね。けど、樹害だとも思わなかった。しかも中にさ、それと別にゴリラとなんかがいて、もしかしたらそれ以上に何かもあるっていう。で、このメカ丸もあれだった。いい話だった。うん。結構みんなに頼られるキャラなんだね。うん。いや、これはパシリなのかな？何なんだろうな。うん。いやねえ。東堂さん。いや、もうこれ、高田ちゃんネタがすごすぎる。え茨城の話？茨城とあるよね。県だね。それをさ、メカ丸にやらせないでよ。この子が一番苦労してるかもしれないんだから。あなたたちのみんなのは知らないけど。いや、わかんない。メカ丸意外と優しいんじゃない？うん。何？い
や、ずるいって。それはずるいって。普段多分あんな暗いとこで過ごしてるこのメカ丸くんにとっては。いや、これはやっちゃうだろう。うん。ね、やっぱりそうなっちゃうよね。いやけどこの映画さ、なかなかに、できた。野原の方も。ってことは、またあれだ、虎杖くんお預けだ、次回も。いや、そこ楽しみだったんだけど、ももちゃんの方も見たいんで、それしょうがないかな。始まっちゃった。はい、というわけでね、今回呪術廻戦見させていただいたんですが、それぞれのバトルカードね、全部一つずつ丁寧に描いていくみたいなんで、今はね、まずこの交流会の戦いね、それぞれ今やってますけども、今回はパンダ先輩がね、まず1勝挙げたんですが、東京校がみんなね、全勝するとは限らないのでね、これからの戦いの行方、これ見守っていきたいと思います。というわけで皆さんの今回のエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画部とお送りしました。バイバイ。